こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの8回目だよ。今回は3年目、2028年シーズンを進めていくぜ。今シーズンはラスベガスに移転してから最初のシーズンになるよ。昨年に続いてポストシーズン進出争いに絡んでいきたいところだな。開幕メンバーはこんな感じ。前回の動画で詳しく紹介したから、今回は割愛するぜ。それじゃあ早速、いつものように6月終了までスキップするよ。途中で獲得した選手や行ったトレードも、6月終了時にまとめて紹介するぜ。それじゃあ早送りスタート。はい、6月終了までスキップしたよ。それじゃあ、ここまでの成績を確認しよう。ここまで82試合を終えて、アスレチックスは38勝44敗で地区3位。ワイルドカード圏内までは5ゲーム差だな。まだまだ可能性はあるけど、ちょっと厳しい位置だな。各選手の成績も軽く見ていこう。まずは投手。マイヤーズがチームトップの5.5と大活躍だが、それ以外はあまりパッとしない感じだな。メジャー2年目のアーノルドはここまで0.2。序盤はかなり苦しんでいたが、6月の月間最優秀新人を受賞するなど、少しずつ成績を上げてきているよ。そして1年目のピーターソンはここまで O-0.2。見た目の数字はアーノルドよりよく見えるが、三振が少なく四球が多いのが O が低くなっている原因かな。まあ、この2人に関しては成長のために出場機会を与えている面も大きいから、このまま最後まで先発で固定する予定だよ。あとは、開幕前にウェーバーから獲得したキャメロンを DFA しているよ。15試合、25イニングで防御率 5.76、O-1.3 と散々な結果だったからな。代わりに昇格させたルーキーのゲーブジャンプがここまで好成績を残しているのは良かった点だよ。続いては野手陣。開幕直後にバトラーが全治3ヶ月の怪我で離脱したことで、開幕前にトリプル A に落としていたハニーカットをセンターで起用していたよ。ただ、ここまでは O- に沈んでいるな。ああ、見立て通りセンターの守備ではプラスを稼いでくれているが、打撃でかなり苦しんでいるという感じだよ。バトラーが帰ってきたらもう一回トリプル A に戻した方が良さそうだな。あとは去年活躍したソダーストロム、ホワイトがかなり成績を落としているよ。特にソダーストロムは一気に O- まで成績を落としているぜ。そして、ホワイトの不調もあってソダーストロムを DH に回し、開幕時にはポジションを失っていたシンプソンをライトで起用しているが、ここまでチームや主2位の 5.7 と活躍。課題だった打撃面でほぼリーグ平均レベルの成績を残しているぜ。トレードで獲得したマイヤーは O-0.2 となんとも言えない成績。移籍前と同じく、打撃はリーグ平均以下だが守備でプラスを稼いでいる感じだな。じゃあ、もう少し日程を進めてドラフトをやっていくよ。今年の1巡目指名は全体14巡目だぜ。その1巡目で獲得したのが、投手のエリック・ウォーターマン。全体的にポテンシャルが高い、エースポテンシャルを持った投手だぜ。これまで投手の有望株が伸びないのが続いているから、最低限ローテーションに入るくらいには育ってほしいよ。2巡目も投手のホルヘモレンゲン。彼も全体的にポテンシャル評価が高い投手だが、コントロールの評価がかなり高いな。残っている選手の中でポテンシャルの数値が一番高かったというのもあるけど、これまで9位重視でコントロールの低い投手を獲得してきたけどなかなか大成しないので、少し方針を変えてみたよ。3巡目は内野手のジム・サンチェス。メインはサードになっているが、セカンドの適性もある強打の内野手だぜ。正直上位5巡全部投手でもいいくらいに考えていたけど、これくらいのポテンシャルの野手が取れるならということで指名したよ。続いて4巡目はキャッチャーのウィリアム・マクマートレイ。強打の保守だが、守備能力もそこそこ高い選手だぜ。彼も4巡目で取れるならという感じで指名したよ。5巡目は投手のチャド・スタウト。パッと見だと若干能力が物足りない気もするが、ポテンシャル評価61の先発候補の投手だぜ。ということで今年は上位5人中3人が投手と、投手中心の指名だったよ。前回の動画でも投手中心で行きたいって言っていたしな。ああ、投手の有望株がとにかく不足しているからな。6巡目以降もポテンシャルの高い投手優先で指名しておいたよ。ちなみに7巡目指名のカドルマスという投手に500万ドルの要求をされたが、予算に余裕があったので支払って入団してもらったよ。普段気をつけてみるようにはしてるんだけど、たまに契約の可能性がインポッシブルの選手を指名してしまうんだよな。さて、もう少し日程をスキップして、トレードデッドラインまで進めたよ。そのデッドライン前に、ウェーバーからポーター・ホッティ投手を獲得。リリーフ陣強化のために獲得したよ。今季はカブスで21試合に登板、うち8試合に先発、62イニングを投げて防御率 2.76、5.4の成績を残しているよ。能力はそこそことはいえ、この成績の投手を DFA にできる投手陣が羨ましいな。移籍後少し数字を落としたが、うちだとチーム2位の5だもんな。相変わらずひどい投手陣だよ。その投手陣を作ったのはお前だけどな。うるさいよ。じゃあ気を取り直してトレードデッドラインに戻ろう。開幕時点から言っているけど、外野手が飽和気味だから誰かを放出してピッチャーを取ってきたいところだよ。FA まで残り1年半で売り時のソダーストロムが今季成績を落としているのは痛いな。まあ、他の選手も含めて幅広くトレードを模索してみるよ。じゃあ、デッドライン終了までスキップしよう。はい、トレードデッドラインが終了したよ。今年は3件のトレードを成立させたぜ。それじゃあ1件ずつ見ていこう。まず1件目はホワイトソックスとのトレード。ソダーストロム、ジャンプを放出し、先発投手2人を獲得したよ。
思惑通り、ソダーストロムを放出して先発投手を獲得できたな。ああ、FA まで残り1年半だったが、以前の動画で触れた通り契約延長する気はなかったからな。去年は大活躍だったが、年度ごとに成績のばらつきが大きい上に、守備面で大きなマイナスを作る選手だから、どれだけ打っても5-4いかないくらいの選手だったからな。もちろん安価で延長できればそうしたんだけど、年平均3000万ドル以上かかりそうな感じだったからな。ただ、比較初期のチームを支えてくれたことには感謝しているよ。もう一人放出したのは、リリーフ投手のジャンプ。今年昇格して出だしはいい感じだったんだけど、伸びしろもなさそうだから放出したよ。そして獲得した選手の一人目が、ヘイゲン・スミス。現実世界でも2025年現在で高い期待をされている投手。ゲーム内でも2026年にデビューして、すでにエース級の活躍をしているよ。比較のルール的にはグレーかもしれないけど、残り 4.5 年保有できて、まだ最低年俸の選手だからセーフとさせてもらうよ。プロスペクトを放出しての主力の獲得禁止、というルールだから、プロスペクトを放出したわけではない分 OK としてほしいよ。まだ伸びしろもあるが、すでにエース級の能力ということで、早めの契約延長も検討するよ。もう一人獲得したのが、同じく投手のウルドリン・バキスタ。彼はまだサービスタイム1年にも達していない若手投手。伸びしろにも期待したいところだが、今の投手陣ならすでに主力レベルの能力だぜ。一旦はリリーフに回ってもらう予定だが、将来的にはスミスと共にローテーションに入ってきてほしいと思っているよ。2件目はブルージェイズとのトレード。控え外野手のトーマスを放出して、MLB デビュー前の投手を獲得したよ。トーマスは2年連続でのトレード放出になったな。ああ、去年のオフに一度トレードで放出したが、DFA されて再獲得していた選手だよ。ただ、ずっと言っている通り外野が溢れている状況で、今季もここまで3試合しか出場機会を与えられていなかったよ。そして獲得したのが投手のアダム・クロフェンスティーン。まだ MLB デビュー前だが、すでに27歳の投手だぜ。伸びしろはないが、オーバーオール45で先発もできるということで、投手陣の層を厚くできるかなということで獲得したよ。今の投手陣ならどこかで出番が来ると思うぜ。最後3件目はレッドソックスとのトレード。内野手のホワイトを放出し、またまた先発候補を獲得したよ。放出したホワイトは、去年途中に昇格して60試合でホームラン20本を放った強打者。ただ今年は少し成績を落としていたよ。とはいえ本当は放出したくなかったんだけど、ファーストにはカーツがいて、出るなら DH しかないことと、この後紹介するけど、かなりいい投手が獲得できるということで放出することにしたよ。今の最大の課題は投手陣の強化だからな。そして獲得したのが左投手のペイトン・トール。オーバーオール47、ポテンシャル59の先発投手だぜ。すでに先発に入れる能力がありつつ伸びしろも大きい素晴らしい投手だよ。サービスタイムも1年ちょっとで、残り 4.5 年保有できる点もいいポイントだな。そしてもう一人獲得したのが、外野手のマクシムス・マーテン。ポテンシャル評価通り育てば、控え外野手として重宝しそうな選手だぜ。ということで、今年のトレードデッドラインでは投手陣を大幅に強化することができたよ。トレード後の投手陣はこんな感じ。先発にスミス、トールが入って現状の投手陣が強化されたのはもちろん、将来性もある先発陣が揃ってきて、いい感じだよ。そしてソダーストロム、ホワイトが抜けた野手陣。溢れていた外野陣がスタメンに収まるようになっているよ。開幕前にウェーバーから獲得した2人もまずまずの成績を残しているから、そこまで大きな不安はない感じだな。じゃあこのメンバーで日程を進めていくよ。一旦9月1日までスキップだぜ。はい、9月までスキップしたよ。アスレチックスは67勝67敗の勝率5割で西地区3位。8月に調子を上げて、ワイルドカード圏内まで1ゲーム差の位置につけているよ。去年に続いてワイルドカード争いに加われているな。各選手の成績はこんな感じ。それじゃあ10日くらい日程を進めるぜ。はい、10日進めたよ。この期間4勝5敗と1つ負け越したものの、ワイルドカード圏内まで 0.5 ゲーム差まで迫ったぜ。それじゃあまた10日くらいスキップするよ。はい、さらに10日進めたよ。勝率を5割に戻して、ワイルドカード圏内3枠目の位置に入ってきたぜ。パッと見4位に見えるけど、ガーディアンズとロイヤルズは中地区首位で並んでいるから、アスレチックスまでがワイルドカード圏内になっているよ。ただ、エースのマイヤーズが怪我で離脱してしまったな。ああ、かなり痛いな。夏にトレードで獲得したバキスタを先発に回して、残り10試合をなんとか乗り切るよ。それじゃあ残りの10試合は1試合ずつ結果を見ていこう。試合の結果はここ。順位表はここに表示されているぜ。下がワイルドカード争いの順位だよ。それじゃあ最初の試合から。おっと、地方のカーツが怪我したな。これまた痛い離脱だよ。全治5日だから、故障者リストには入れずにそのまま進めるよ。試合自体は勝ってたみたいだな。これで 1.5 ゲーム差のリードに広がったよ。移動日を挟んで、次のエンゼルス戦も快勝。翌日も同じスコアで3連勝だよ。3連戦の3戦目は9回に4点を奪って逆転サヨナラ勝ち。最後はミラーが押し出しのフォアボールを選んだみたいだな。これでリードは2ゲーム差に。
残りは6試合、いよいよプレーオフ進出が現実味を帯びてきたな。次は地区首位マリナーズとの3連戦。初戦は1対8、2戦目は4対6で2連敗を喫したぜ。ワイルドカード争いではホワイトソックスに並ばれてしまったよ。一応今季のホワイトソックス戦では4勝2敗と勝ち越しているから、同率で終了した場合はアスレチックスが上の順位扱いになるよ。とはいえやばい状況になってきたな。続く3戦目は投手陣が崩壊し大敗で3連敗。ホワイトソックスも敗れて順位はそのままとはいえ、残り3試合不安だな。ということで運命のレンジャース3連戦へ、というところで今度は守護神のマカルーが全治2ヶ月の負傷。またまた痛い離脱だな。試合の方も逆転サヨナラ負けで4連敗。ついにホワイトソックスに抜かれてしまったよ。これはまずい。続く2戦目は8対2で快勝。ホワイトソックスが負けて再びワイルドカード圏内に滑り込んだよ。いよいよ次がシーズン最終戦、勝てば自力でポストシーズン進出を決められるぜ。それじゃあ運命のシーズン最終戦へ。お、これはもしかして。見事最終戦に勝利して、この企画初のポストシーズン進出を決めたよ。プレイ3年目、そしてラスベガス移転初年度にポストシーズン進出を果たしたな。もともと5年目くらいにチームのピークを持ってこようと思ってやってきたけど、ワイルドカードとはいえ3年目でポストシーズンまで行けたのは素晴らしいね。今後デビューを控えているプロスペクトもまだいるし、毎年ポストシーズンに出続けられるチームを作っていきたいところだな。そのポストシーズンでは、ワイルドカードシリーズでガーディアンズと対戦。勝てばマリナーズとのディビジョンシリーズに進むぜ。このままポストシーズンへ、と行きたいところだけど、動画が長くなってきたので今回はここで終わりにするよ。次回はポストシーズンと、今シーズンの各種成績の振り返りをする予定だぜ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。